2021年度世界のベストレストラン50、続いては第5位です。5位にランクインしたのはスペインのバルセロナ有名店ディスフルタールですね。ディスフルタールはですね、これも50のある意味最近常連になりつつあるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、昔スペインにエルブリもしくはエルブジって言われる伝説の名店がありまして、ここのヘッドシェフを十数年務めた、料理人たちが独立してオープンしたのがこのディスフルタールです。私も何度か訪れてるんですけどもですね、いわゆるそのエルブリ的なイノベーティブ料理、その当時だとですね、分子ガストロノミーっていう言葉が、流行り始めた頃だったんですけども、その分子ガストロノミー的な要素だけではなくて、様々な科学技術を応用した料理が、登場したりします。そういう意味ではですね、個人的にはエルブジがそのまま、閉店せずに継続していたら、こういう料理を進化系として出してたんじゃないかと。こういう風に進化していったんじゃないかっていう一つの形がこのディスフルタールだと思ってるんですね。なので単純に分子ガストロノミーで驚かせるっていうだけではなくて、エンタメ性だったりとか、あとは、例えばその科学技術を使って、食感も今までにないものを作り出したりとか、この食材でこんな食感になるんだっていうものを作り出したりとか、そういう意味では本当にいろいろな新しい挑戦をしているお店だと思います。このお店にはコースが2つあって、定番のメニューですね。ベストヒット的なメニューと、あとは新しいメニュー、新作があったんですけども、定番メニューは本当にもう皆さん安心して食べられる料理というかですね、エルブリ時代の名残も、感じられるような料理があったりとかして、もう本当にそういう楽しさと、美味しさですね。そういう驚きも含めた楽しさ、それから美味しさがしっかり料理だと思っています。前回訪れたのが、これが、2021年、今年の、夏なんですけども、この新しい新作のメニューの方を試してみたんです。そうすると本当に何て言いますか、今の、そういう技術的な要素をふんだんに盛り込んだ最先端の料理というかですね、今までになかったような、食感だったりとか温度感だったりとか、あとは風味の組み合わせですね。っていうものも登場してすごく刺激的でした。なので今の世界の料理界の一つの最先端の試みというかですね、シェフたちがどういうことをその最前線で考えているのかというのを理解する上でもすごく大事なお店ではないかなというふうに思っています。続いて第4位はペルーのリマにあるセントラルです。セントラルは南米を代表する名店というふうに言ってもいいかもしれません。私も何度も訪れてるんですけども、特徴となるのが標高ですね。高度をテーマにしたメニューで、ペルーはですね、ご存知の通り海もありますし、山は本当に標高4000メートル超というようなところまで、あるので、高低差がすごくあるんですね。その高低差であるとか、異なる生態系の、いろんな食材をですね、盛り込んでいるのが、このセントラルの料理の特徴となるかと思います。そしてこのセントラルのシェフ、ビリヒリオ・マルティネスさんなんですけども、セントラル以外にもいくつかレストランを、用意してまして、そのうちの一つが、ミルっていうレストランですね。で、ミルはですね、ペルーの、リマではなくて、クスコから車で2時間ぐらいですかね、標高3500メートルのところにあるというですね、本当にとんでもないレストランでして、私も一回訪れたんですが、行ったその日にご飯を食べるっていうのがなかなか難しい。高山病になっちゃうので、一回ですね、2000メートル台まで、2800メートルぐらいのところまで降りて一泊して高知順応してから翌日ランチを食べに行くってですね、それぐらいハードルが高いお店でして、でも、こちらのお店は、標高の高いそのクスコ周辺の、食材を生かしたレストランなんですけども、すごく面白かったです。本当にそういう形でそのペルーの食材を、様々な形で発掘して、焦点を当てていると。やっぱり商業的なことを考えると、ペルーっていろんな在来種のジャガイモだったりとか、コーンだったりあったりするんですけども、すべてを育ってるわけではないんですよね。やっぱり儲かるものだけを、農家さん育てたりすると。そんな中で、種の保存ということを、しっかり考えて、ちゃんと、固有種として守んなきゃいけないものを育ててくれたら、ちゃんとお金を払って、報酬を払うよという形で、農業の方にも影響を及ぼしているということですごく意義深いなというふうに思っています。このビルヒリオ・マルティネスのパートナーとなる、奥さん、
ピア・レオンさんという方がいらっしゃるんですけども、この2人はですね、本当にタッグを組んでやってまして、で、ビリー・ヒリオがいないときは、ピアが中心になって、お店を回してたと。で、今現在はですね、ピアは、そのビリー・ヒリオと一緒にっていうだけではなくてですね、自分の料理を出すお店、コイエっていう店なんですけども、そういうお店も、リマに出店しています。で、そのコイエのシェフとしてっていうところもあって、このピアが、この2021年度世界のベストレストラン50のベスト女性シェフ賞を獲得しているということで、この2人の、タッグ、それからこのピアの、ソロとしての、料理というのも高く評価されているというのがこの、セントラルです。セントラルに関してもう一つニュースで言うとですね、日本に支店を出店することが、発表されています。今回の授賞式でセントラルの、ビル・ヒロに直接話を聞いたんですけども、やはりそのコロナ禍のいろんなビザの関係もあって、オープンが遅れているけども、できれば年末年始ぐらいには、オープンしたいというふうに、おっしゃってました。なのでこちらはですね、日本で食べられる数少ないイノベーティブペルー料理の店ということになりそうなので楽しみにしたいと思います。続いて第3位はスペインのアサドール・エチェバリです。こちらのお店はですね、今世界中で流行っている、世界を席巻している巻きで食材を焼いて食べるという料理の、それを世界的に広めたきっかけと言ってもいいお店かと思います。この巻き焼き自体はですね、バスクの伝統的な調理法で、その巻き焼きを中心にしたレストランっていうのはアサドールっていうふうに言われている一つのカテゴリーとして成り立っているぐらいでいろんなお店あるんですけども、その中でその巻き焼きをファインダイニングの域に高めたと。そして世界中のシェフがそれを見て、で実際に食べに行って、で感化されて自分たちの国でやり始めていると。その一つが、先ほどご紹介したバーントエンズっていうお店だと思うんですけども、そういうお店が世界中にできたということで、このアサドール・エチェバリの影響力というのは今の料理界において大変大きなものがあるというふうに思っています。私自身ですね、このエチェバリは世界のいろんな数多くあるレストランの中でも、本当に大好きなレストランの一つでして、今年も、去年も実は、行ってます。なので2020年、2021年、2年連続で、訪れているお店なんですけども、本当に素晴らしい料理を提供してくれます。やはりシンプルに一つの食材を薪で焼いて、で、その薪の香りであるとか、水分を保った上での火入れっていうのを楽しむというのもあるんですけども、同時にですね、2つだったり3つの食材の組み合わせというものも若干あったりとかしてですね、その昔、アサドール・エチェバリに初めて訪れた頃っていうのは、本当に一つの食材にしっかり、火入れをしてっていう、そういう意味ではシンプルな料理が多かったんですけども、最近はそういうちょっとイノベーティブだったり、クリエイティブ性っていうのもある料理が増えてきているのかなというふうに思っています。ちなみにですね、このアサドール・エチェバリのキッチンには日本人がいます。前田哲郎くんっていうんですけども、彼はもう8年以上ですかね。ずっとそのシェフのビクトルを支えてきてまして、で、彼が、そういう意味では貢献している部分というのも少なくはないのかなというふうに思っています。続いて第2位、デンマーク・コペンハーゲンのジェラニウムです。こちらのお店はですね、ミシュランでも三つ星を獲得しているお店でして、確かですね、北欧で三つ星を獲得したのは初めてじゃないですかね。場所がですね、いつも言われるんですけども、このデンマーク、コペンハーゲンのサッカースタジアムの外のビルみたいなところの上にあるということで、ロケーションはすごく面白いんですけども、中に入るとすごく洗練された雰囲気で落ち着けるお店になっています。北欧のレストランというとですね、当然ニューノルディックっていう言葉が料理界ではありまして、例えば発酵の要素だったりとか、あとは摘んできた、野花とかですね、草とかそういうもの、野草とかを使うというのが、一つの流れとしてあるんですけども、このニューノルディック的な、発酵の要素、あとはそういう野生のものっていう要素もうまく取り入れてる、かつベースとしてはフランス料理がある洗練された料理ですね。シェフはですね、ボキューズ通りという世界的な料理コンクールで、銅賞、銀賞、金賞、すべてですね、取ったことがあるっていうぐらい、活躍しているシェフでして、非常にですね、精緻な精巧な料理というかですね、本当に見るだけで息を飲むような美しくて、どうやってこんなのを作ってるんだろうと
ような料理を作り上げています。そういう意味ではですね、当然そのシェフ一人だけではなくて、シェフが作り上げたそのチームの力というのが、抜きに出てるんではないかなというふうに思います。非常にその完成度の高い、北欧ならではの、レストランというふうに言えるのではないかなと思います。そして第1位はデンマーク・コペンハーゲンにあるノマです。今回第2位、第1位がデンマークのお店ということでですね、同じ国のレストラン2軒が2トップに並ぶというのは、これはかなり珍しいことではないかなというふうに思います。この第1位に輝いたノマに関しては、ご存知の方も多いかもしれません。今現在ですね、世界で最も影響力のあるレストランというふうに言っても過言ではないかなというふうに思います。つまり、もともとですね、そのニューノルディック宣言というのを発表して、新しい北欧料理を作っていこう、定義していこうという流れを作り出したのが、このノマ、そしてそのシェフであるレネルゼッピという方ですね。で、このレネルゼッピが登場してノマというレストランができて、北欧の料理シーンというのは一変しました。多分20年前だったら、美味しいものを食べに行くためにコペンハーゲンに行くという方はほぼいらっしゃらなかったんじゃないかなというふうに思います。それが今もう世界で名だたる、そのカリナリーデスティネーション、つまり料理を食べるためにわざわざ行きたいと思える街になったのは、ひとえにこのレネルゼッピであるとか、その彼と、ビジョンを共にした、料理人たちの貢献によるものだというふうに思っています。このノマが及ぼす影響っていうのは、もちろん北欧で顕著に見られるんですけども、そこに留まることを知りません。例えば南米だったりとか、あとオーストラリアでもそうだったりするんですけども、今までですね、ファインダイニングという意味においては、あまり、その強い伝統がなかったところにもですね、多大な影響を与えているんですね。例えばノマのやったこと、仕事っていうのを見たりとか、あとは実際にノマで、シェフとして働いたり、もしくは短期間スタージュ生、研修生として滞在したりということで、ノマの考え方を学んで、それを自分の故郷に戻って、その場所で試すと、実践するということをやる人が今世界中に出てきてるんです。どういうことかというと、一つはフォレージングっていうふうに英語で言うんですけども、例えば野生に生えているような草とか花とかそういうものを摘んできて料理に使う。で、もう一つは発酵ですね。もともと北欧は冬になると気温が低すぎて生野菜がなかなか食べれないということで、夏の間に取ったものを保存して貯蔵するという文化があります。で、これを、そのまま料理に活かしているということですね。なのでこの発酵保存の要素と、あとはフォレージング、この2つの要素、これは北欧じゃなくてもどこでもできることなんですね。なので、オーストラリアであればオーストラリアの食材でやればいいし、南米だったら南米の食材でやればいいと。で、これを、実践しているシェフが世界中に今登場していて、で、そういう意味ではですね、多かれ少なかれノマの影響を受けた店っていうのはこの50の中にもたくさん入ってるわけですね。で、そういう、本当にそういう意味ではレジェンド的なお店であるんですけども、それが今回1位に輝いているということになります。ちなみにですね、過去にこの世界のベストレストラン50で1位になったお店というのは、ホールオブフェイムって言いまして、ある意味殿堂入りという形で、このランキングには入ってないんですね。ノマは過去に何回か1位になってるんです。でもノマは前の年度、一昨年までで言うと、この殿堂には入ってないという扱いだったんですね。でこれどういうことかというと、ノマは移転してコンセプトもある意味変わって、ノマは 2.0 って言われたりしますけども、別のお店として生まれ変わったということで、その殿堂入りを、あえてしなかったんですね。なので、前年度、つまり2019年度で言うと2位。で、今年1位になったということでですね。で、改めて、そのノマの影響力、世界に与える影響力の大きさというところが示されたのかなというふうに思っています。もうちょっとミクロの話をしますと、ノマは本当に私が大好きなレストランでして、頻繁に訪れてるんですけども、まず驚かされるのが、働いてる方々、料理人さん、あとは、フロントオブハウスって言ったりしますけど、サービス陣ですね、の、士気の高さです。本当にですね、やる気のある人しか集まってないというかですね、もう本当にいい意味でアグレッシブでやる気のある若者が集まっていて、で、みんなが本当により良くしていこうと、より良いものを作ろうというクリエイティビティに溢れていると。なので、本当に食べに行くだけでですね、すごく、なんと言いますか、いい影響を受けるというかですね、
本当にポジティブな若い人たち、エネルギーに触れることができると。すごく気持ちいい時間を過ごすことができると。で、これほどですね、士気が高く、かつ能力も高い料理人であるとかサービスマンが集まっているレストランって、世界にもそうないんじゃないかなと思えるぐらいにレベルが高いです。そして実際に作り出される料理の方なんですけども、今現在ノマはですね、新しいロケーションに移ってから1年間を3つの季節に分けていまして、まず、シーフードのシーズン。シーフードが中心になるシーズン。それから、ベジタリアンの、野菜が中心になるシーズン。でそれから、ゲーム&フォレストシーズン。これは、主に秋から冬にかけてなんですけども、野生のジビエと、あとはフォレストなんで森のもの、キノコだったりとかですね。そういうものを使ったシーズンと、この3つに分かれています。で、すべて伺ったことがあるんですけども、個人的にはゲーム&フォレストシーズンが大好きでして、というのは私自身がジビエが大好きだからなんですけども、北欧の豊かな、狩猟によって捕らえた、ジビエの肉、あとは、キノコ類も含めてですね、豊かな秋の恵みというものが盛り込まれていて、非常に完成度も満足度も高いです。ノマはですね、昔、そうですね、それこそ10年ぐらい前ですかね、伺った時はですね、かなり難解な料理もあったんですけども、ノマ自身ですね、その 2.0、今の場所に移る前に、世界各国でポップアップをしまして、例えば東京に1ヶ月ちょっといたりとか、あとは、オーストラリアにいたりとか、メキシコにいたりとか、こういうのを踏まえてですね、旨味への意識っていうのが多分上がったんじゃないかな、向上したんじゃないかなというふうに思ってるんですね。なので、すべての皿に、例えばじゃあ、フルーツと、フルーツだけ、野菜だけで、旨味がそもそもあんまりない皿だと、そこに、例えば昆布のオイルとか加えたりとかしてね、してですね、確実に美味しいというところに落とし込んでます。なので、そういう意味ではですね、世界で最もその意欲的なレストランではあるんですけども、とっつきにくさというのは全然感じなくてですね、初めて何も考えずに訪れた方でも、ちゃんと美味しいと思えるような料理に仕上がっているというところは言えるかと思います。こういうお店がですね、1位に輝くというのはですね、そのレストラン業界が世界の中でリスタートするという状況において、すごく意義があることだなというふうに個人的に考えています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。